こんにちは。こんにちは。今回は不安になったら叶わないです。不安。はい。もうさ、散々やってる不安ですよ。典型的なエゴですけど、今更何やることがあるっていうぐらい言い尽くしているような気はするんですけど、不安じゃない時はいいんですよ。当たり前でしょ、不安じゃないんだから。楽しい時とか、ウキウキな時とか、快調な時期。こういう時はいいんですよ。だって楽しい時、ウキウキな時、快調な時期は無敵ですからね。そりゃそうですよね。はい。でも、何かのきっかけでいきなり不安になり始めると、どんどん不安になる要素が出てきて、叶わないんじゃないかっていう焦りも出てきたりしてね。それは典型的なエゴの症状ですよね。はい。まさに頭では分かってるけど、実際に不安になった時ですよ。あまりにそれが占める時は、心臓がバクバクして、やっぱりもう彼とはうまくいかないんじゃないかなって思っちゃうんですよね。だからそれはエゴがただの自動反応だって思えないから、自分のものだと思ってるから、そうやってめでるってことになるだけなんですね。改めて潜在意識について教えてください。はい。潜在意識はそう思うからそうなる。で、これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるってなります。はい、そうですよね。で、不安になるときはどんなときですか？だから例えば彼のことを考えたときとかですかね。なんで彼のことを考えると不安になるんでしょうか？例えばこちらから連絡してもなかなか返事がないとか、彼女ができたとか、自分と別れても楽しそうとか、とにかく彼にまつわるいろいろなことを考えた時に不安になりますね。それは現実の彼のあれこれを見た時に限定されることですか？いいえ、もちろん現実で彼に彼女ができたって友達から聞いたとか、SNS の彼がアップした写真を見てざわついたりとかもありますけど、それだけじゃなくて、家にいてふっとした時に彼のことが思い浮かんで、今はどうしてるんだろう、もう私のことなんてどうでもいいのかなみたいな、そういうエゴが出始めると、もうどんどん不安が占めていくみたいなことはありますよね。だからそういう時はエゴと一体化、エゴと憑依している状態だよっていうのは、これまでも過去動画で散々やってきましたよね。でこのあたりの過去動画の一部は概要欄に URL を貼っておくので、ちょっと興味のある方はそちらもご覧いただければなと思います。はい。で、不安ですけど、分かってるんですよ。分かってるんですけど、いざ不安が襲ってくると、結構な勢いなのでしんどいんですよね。それに不安で占めていたら、それがずっと続いたら、結局叶わないんじゃないかっていうさらなる不安が襲うっていうのもあると思うんですよ。イルルさんは不安になりたガールですか？いや、そんなわけないんですけど、不安だとかネガティブは占めていても叶うって頭では分かってるけど、実際不安でそれがしばらく続いたりとか、いつもどこかにその不安がこびりついてる状態だと、やっぱり結局は叶わないんじゃないかとか思っちゃうんですよね。でもさっき潜在意識の恋愛成就は、彼とラブラブと思えば彼とラブラブになるっていう話をしましたよね。彼とラブラブってオーダーはしてないんですか？してるんですよ。でもみんな思いは決めてるけど不安が襲うっていう意味です。いや、だから彼のことで不安になりますようにとか思ってんのかって聞いてるんですよ。そんな風に思うわけないじゃないですか。でも彼とラブラブって思いを決めたんですよね。でその思いって不安にかき消されるんですか？はい、かき消されます。
なんでかき消されるんだと思いますか？それはエゴの声が大きすぎるからです。でも、どれだけエゴの声が大きくても、彼と不安だらけの毎日になりますようにとは思ってないんでしょ？はい。でも、彼と不安だらけの毎日だったらどうしようとかは思うかもしれないですよね。で、そういう時は、そういう風に思ったらまずいとか、そういう考えばかりしていたら気分も重いし、オメレンは軽くいることを推奨しているし、このままでは叶わないってやっぱりどうしてもなりがちですよね。イルルさん。彼とラブラブという思いと、彼と不安だらけの毎日っていうのはつながってないんですよ。思いは思い、独立しているもの。まずはここの認識です。はい。で、その上でですけど、不安な時って自分ですごく焦ってる自覚ありますかね？はい。はっきりありますよね。一体化してるからですよね。そうですよね。そういう時って一刻も早くこの状況を改善したいとか解決したいって思いません？めちゃくちゃ思いますよね。だから例えば友達に聞いてもらったり、発信者さんや占い師さんにこんなに不安になってるけど叶いますかって確認したくなりますよね。だよね。でも解決する必要がないんだってば。この不安を？はい、そう。なんで解決しなきゃいけないの？不安になったんでしょ？不安が次から次へ襲ってそれがあまりにリアリティがあってこのままじゃ叶わないんじゃないかって思うんでしょ？そうですね。それが全部エゴなのにどうして解決しなきゃいけないのって話なんですよ。そっか、そうだよね。分かってはいるんだけどね。いや、分かってないんですよ。どこかで自分の大事な一部だって思ってるからめでてるんですよ。こんなにリアリティがあってもただのエゴ。次から次へと不安になって叶わないんじゃないかって怖くなるのもエゴ。そうなんだよね。いっつもエゴには構うなって言われてるのにね。そうですよ。放っておけ。スルーしろ。右から左。ポイ捨て。いろんな言い方をしていますが、不安になるから叶わないんじゃないんですよ。不安になって彼とラブラブという思いなんてどうでもよくなって、思いの方を簡単にポイ捨てしてるんです。思いをポイ捨て。もうバカみたいですね。バカみたいでしょ？だからどれだけ不安に煽られようが一体化しようがこんなんじゃ叶わないじゃんとか思おうが何もかもがエゴだからって言ってるのに。でもこんなに長く不安になっちゃった、思っちゃったからどうしよう、どうしたらって。だからどうしようどうしたらもうエゴだって言ってるのに。思いをポイ捨てしてエゴをめでて仲良くしてるから見えないだけですよ。もう本当に嫌になったよね。もう何が嫌になりました？いや、いちいち不安になるたびに怯えたり、焦ったりってことが嫌だってことです。はい。でもどうしたって出てくるでしょ？はい。だから不安は出てもいいんだってよくよく理解した上で、自分なりのやり方でそういうエゴが出てきても対応できればって思いましたね。そうですよ。私にコメントくださる方の中でも、エゴと一体化している方はよくわかるんですよ。だってとにかく焦ってる。どうしたらどうすればこんなに不安になったと大騒ぎしてるからですよ。でもそれはその方のただのエゴなので、一旦深呼吸でもして、エゴかもしれないとまずは思う。ここから始めてみてください。そして、エゴだと分かっていても不安が次々押し寄せる。なかなかスルーできないという場合は、不安がいっぱいになってもいいよ。不安でも大丈夫だよと、不安になる自分を許してあげてほしいんですね。それだけで、ただ不安になるだけのところから一歩出たことになると思うので。はい、そうですね。はい、というわけで今回はこの辺で。
ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。